はい、こんにちは。B ライフのマリコです。今日は腰痛改善に効果的なリラックスヨガを行っていきます。腰痛改善のほか、骨盤調整や自律神経のバランスを整えたい方にもとてもおすすめです。ヨガ初心者や体が硬い方でも安心して行っていただけますので、ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは早速一緒に始めていきましょう。まず足の裏同士を合わせていきます。少しあまりね近づけなくて遠く離したところでもいいですので、土台が安定できるところで足裏を合わせていきましょう。さあ座骨で床を押し、吸う呼吸で背骨を長く引き上げていきます。吐きながらゆっくり左側へと振り向くようにツイストをかけていきましょう。さあ後ろの手は床を押して頭頂部を上に引き上げ、右の手はすねを掴んでてもいいですし、もう少しツイストを深めたい方は太ももの外側に引っ掛けてもらってもどちらでも構いません。さあゆったりと呼吸をします。さあ優しくツイストをかけ、吸う呼吸で左の手を上に持ち上げます。さあそのまま吐きながら斜め前の方にゆったり倒れるように側屈を加えていきましょう。さあ左の座骨はどっしり安定させ、そこから指先まで長く脇腹に伸びを感じます。さあ体側を伸ばし、まず呼吸を深めやすくしていきましょう。心地よく吸う呼吸で左の肺を膨らませるようなイメージです。肋骨周りの筋肉も自然と緩んでいきます。それではゆっくりと上体を戻し、今度反対側行きましょう。さあ背骨の長さを保ったままゆっくり右側へと振り向いていきます。常に背骨の長さは長いまま。さあ次の吸う呼吸とともに右の手を上に持ち上げます。吐きながらゆっくりそのまま延長上に体を傾け、右の座骨どっしりと安定させ、腰の外側、脇腹、体側にかけて長い伸びを感じます。無理にねいっぱい倒そうとする意識は働かせなくて大丈夫なので、軽く体を傾けるだけでじんわりと体側に伸びを感じていきたいです。ではゆっくりと元へと戻していきましょう。さあまっすぐ正面に向きます。股関節の柔軟性に合わせながら、もう少し足をね近づけたい方は近づけて前に倒していきましょう。股関節が硬いという方は少しね足の位置、自分よりも遠ざけたところに置くことをお勧めします。さあ吸って背骨を長く伸ばし、ゆっくりと股関節から前に上体を傾けます。さあまず背骨長いまま前に傾けて、自然と手は、床へと下ろしていきましょう。さあそこからゆっくり力を抜いて緩ませます。さあこのまま呼吸していきましょう。手は落ち着く位置へと変えて大丈夫です。股関節から内もも柔らかくほぐしていきます。そして腰から背面にかけても緩ませていきましょう。さあ腰回りの緊張感や疲れをほぐしてあげます。
のポーズは股関節が特に緩みやすくなり、骨盤内のね、血行も促進されるので、生理痛の緩和にもおすすめです。それではゆっくりと両手を右側の方に移動させていきましょう。右の腕が膝とね、ぶつかって邪魔な方は右の手を太ももの後ろ側について、そして左の座骨をどっしり沈めたまま、左の手を居心地のいいところへと下ろしていきましょう。さあ、今度特に左の腰、後ろ側ですね、じわーっと伸びていきます。少しゆらゆらっとしながら緊張をほぐしてもいいですし、気持ちいいところが見つかったらそこに留まってもらっても構いません。さあ、その時その時によってね、疲れているところも日々変わってくると思いますので、今伸ばしたいところを伸ばしてあげましょう。はい。では反対側行きますね。そのまま手で歩かせながら、両手を左側へと運んでいきます。左の腕がね、左側、太ももに当たって邪魔な方は、左の手を太ももの後ろに突き直して、右の手は居心地のいいところへ。さあ、吸う呼吸、背中のね、後ろ側も広げるようなイメージで。さあ、今度ね、右の腰、後ろ側の方がゆっくりとほぐれていきます。少し揺らしながら緊張をほぐしたい方はゆらゆらっとして余分な緊張感や力みを手放していきましょう。ではゆっくりと中心に戻します。一度息を吸い吐いて、両手を近くに近づけて、ゆっくり頭を最後にして上体を起こしていきましょう。はい。では上体を起こしたら足を前に伸ばしていきます。はい。少しね、つま先中外して緩めていきましょう。はい。では、足はマット幅ぐらいに軽く広げていきます。はい。そして両手はね、中心でもいいので、ここで骨盤が後ろに傾ってしまう方は少し膝を曲げていいので、太ももとお腹との距離を近づけるようにして体勢を作っていきましょう。大丈夫な方はね、足を伸ばしていきます。はい。少しお尻を後ろの方に歩かせるようにして骨盤を前傾に導いていきます。骨盤ごと前に倒していきましょう。そう、腰がね、丸まらないように。はい。さあ、体勢整ったらそのまま足の裏をぐっと前の方に見せて、つま先上にまっすぐ向けていきます。指を反るんじゃなくて、首を折り曲げるように。はい。で、太ももの力をリラックスしてください。さあ、そのまま呼吸します。手はつきやすいところについていきましょう。親指つかめる方は親指を掴んで、親指を自分の方にぐーっと引っ張ってかかとを押し出します。さあ、背骨長いまま、首の後ろ側も長く伸ばしていきましょう。さあ、太ももの裏側にじわじわっと伸びが感じられていれば、そこで大丈夫です。さあ、お尻の下から膝の下側までね、くっついてる太ももの裏側の筋肉、ハムストリングスってとってもね、長い筋肉です。そこをじっくりと緩めてほぐしてあげましょう。このハムストリングスがね、硬くなってくると、どうしても骨盤が引っ張られて、後ろに骨盤が傾きやすくなってきてしまいます。そうするとね、腰への負担もかなり大きくなってきてしまうので、
腰周りのね、疲労が溜まりやすくなったりします。さあ、呼吸とともにほぐしていきましょう。少しほぐれてきたら、肘つける方は肘まで下ろして、でも背骨は斜め前の方に引っ張られるような感じで、常に伸びを感じておきます。足のね、疲れやむくみも解消されやすくなります。もう一度鼻からゆったり息を吸いで、吐いてリラックスしましょう。はい。ではゆっくり上体を起こしたら、仰向けに寝転がっていきましょう。はい。では仰向けになったら、よいしょ。右の足を上に引っ掛けます。で、右の膝は横に向けておいてください。左の太ももを掴んでいきます。もしくは、すねのね、上に当てて両手指を絡ませても構いません。ご自身の柔軟性に合わせたポジションを選んでください。さあ、お尻の筋肉をほぐしていきます。さあ、腰回りやお尻のこりを取っていきましょう。結構ね、柔軟性がある方は、上の足だけこう引っ掛けて抱えて、そのまますねとね、上体と水平になるようにぐーっと近づけると、かなりね、伸びも深まってきます。いろいろとね、一番気持ちのいいポジション、やり方を選んでみてください。さあ、大臀筋をメインに、お尻の大きな筋肉ですね。大臀筋をメインにお尻全体の筋肉をほぐしていきます。またじわじわとね、お尻の筋肉がほぐれていきます。それでは手をゆったりと広げて、左の足裏を床へと着地させましょう。さあ、両膝を左側に傾けますが、右の肩が浮かないところまで傾けていきましょう。さあ、心地よければお顔を倒した足と反対の方向に向けていきます。さあ、ツイストです。腰や背骨の力みを手放し、緩めていきます。目を閉じながらでも構いません。自律神経のね、バランスも整えられやすくなるポーズです。腰回りの疲労感を解消していきましょう。はい、ではゆっくりと元へと戻していきます。右の足を下ろしたら今度反対側行きますね。左の足を上に引っ掛けます。膝を外側に向けて右の太ももを掴んでいきましょう。右の膝を胸の方に近づけて、両手をすねの上から指をつないでもらってもいいですし、上の足だけね、こう抱えて引き込んでもらっても構いません。さあ、お尻全体の筋肉を緩ませていきます。さあ、ハムストリングスもね、そうですけど、お尻の筋肉もね、硬くなると骨盤が、後傾気味に、ね、なりやすくなってきてしまいます。そして背骨の S 字カーブも崩れやすくなってしまいますので、猫背になったりね、しやすいです。ゆっくり緩ませてあげることで、股関節周りもね、スムーズに動かしやすくなっていきます。さあ、少し揺れてもいいですし、気持ちよければそこに留まっていても構いません。
いいでしょうか。では、両手を広げます。右の足をそっと着地させ、一度息を吸いましょう。吐きながらゆっくり両膝、右側にパターンと傾けていきます。左の肩が浮かないように。お顔も心地よかったら左側向けてツイスト。目を閉じながら、できるだけ余分な力を抜いてあげましょう。もうね、全身をだらーんとさせて、何も考えない、そして何もしない時間、作っていきます。それではゆっくりと中心に戻していきましょう。最後、両膝を胸の方に優しく抱きかかえて、腰を自然に丸めてリラックスしていきます。このままゆったり呼吸入れましょう。さあ、お腹に入る呼吸も感じます。吸う呼吸でお腹が膨らみ、太ももを押し上げるように。吐く呼吸は自然と力が緩んで、それでは最後一呼吸しましょう。もう一度息を吸って、ゆっくりと息を吐いて、吐き切ったら終わりにします。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。全身の疲労感が抜け、腰回りも柔らかくほぐれたかと思います。この動画役に立ったよという方は、いいねボタンや、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。